よ。あやめちゃん、たままちゃん、カンタアブ。転んだ。あいたたたた。大丈夫ですか、カリン殿。そんなに勢いづいて走ってくるから。さすがカイン殿、ドジっ子の面目役所ですな。何も役所してません。で、どうしたんです、カリン殿、そんなに急いで。大層な事件でも起きたのですか？道場破りとか？そうでした。いえ、違います。大変なんですよ、たまみちゃん、あやめちゃん。輪です。歌が桜の桜ですか？一体何のことだか。あ、桜の門が鮮やかな時代劇ならおじいちゃんと何度も見ましたからお気に入りで。違います。歌うんですよ、私たちで桜の曲。私たちでと言いましたか？言いましたな、たまみ殿。これはつまり念願のユニット曲です。やったー。あらあら、なんやにぎわっとるわ。団らんは良いものですね。サエ殿、吉野殿、それにプロデューサー殿もお疲れ様です。おはようございます。今日から共に歌う仲間として手に手を携え、そして声と声とを重ねてまいりましょう。せやな、うちら5人であんまりな歌歌いまひょ。いやー、ついに来ましたな、このたまみの美声を轟かせる時が。たまみちゃん、轟かせたらダメなのでは。いやー、ついに来ましたな、私の忍術を見せる時が。あやめちゃん、それも違うのでは。愉快なお仕事になりそうで今から楽しみやな。しかしまだたまみさんとあやめさんの頭にはハテナがたくさん詰まっているよう。そなた、ご説明してあげては。聞きましたか？わかりましたか？つまり和ですよ、桜です。歌います。なるほど。カリン殿の説明はだいぶ簡単になっていますが、つまり私たち5人で新曲を歌わせてもらえると。桜の頃、曲名からあふれる美しさ、私たちにふさわしい曲とお見受けしました。ほんまやな、ええ曲やし、はよ歌いたいわ。それにしてもかりんはもっとゆったり構えてもええのに。まあまあ、さえさん、良いではありませんか。気が流行るのもかりんさんにとっては当然のこと。はいそうです。
かりんさんは歌うのを楽しみにしていたのでしょう。その気持ち、私はよくわかります。そうなんですよ。吉野ちゃん、分かってくれて嬉しいです。早くスタジオへ行きましょう。私、楽しみで。私だって待っていましたよ。かりん殿、共に行きましょう。たまみもです。仲間と歌える日を楽しみにしていました。たまみも決戦のスタジオ入りですぞ。あら、かりんさんもあやめさんもたまみさんもとってもせっかちさんのようでして。ほんまやな。せやけどほら、吉野はんとうちはゆっくりまったりやろ。かりんはんたちとのバランスがええんとちゃいます？そのようでして、何事も調和が大切でしょう。私たち5人も桜の花びらのようにそれぞれが連なって咲けたら、きっと雅な花になるやろな。プロデューサー、うちら気張ります。見守っていてくれはります？プロデューサー、おおきに。しかし私たち5人には未だ名前がありませぬ。そなたより名をつけ、魂を宿らせてくださいませ。さあ、ユニットの名を。春霞、たなびく山の桜花やね。心のこもったとても良い響きですね。ではその名を3人にも伝えてあげなければ。ほな行きまひょか、吉野は。手に手を携えて。吉野は、たまみはんは何してはりますの？心を解きほぐしているのです。たまみはん、心を解きほぐしすぎたんとちゃいますやろか。あら、そうかもしれません。たまみさん、たまみさん、もう一度チャレンジしてみましょう。たまみは寝てなどいませんよ。おはようございます、サイドの。はいはい、よーし、たまみリフレッシュ完了。もう一度歌ってきますよ。あら、いってらっしゃい。吉野はん、ちなみにたまみはんはなんですやすやしてはったん？それは落ち着いてしっとりした歌を歌うために心を落ち着けていたのでして、きっと
次はもっと良くなるかと。なるほどな。歌取りに苦戦してはるんやね。難儀やな。ほな、すやすやの成果を見せてもらいまひょか。先ほどより手応えはあったものの、どうもうまくいかず、無念なりたまみ。なかなか苦戦してはりますな、たまみは。肩に力入ってたんと違います？そうですな。春霞の優雅さには程遠い歌で面目ない。吉野殿、サイ殿、お二人はすでにレコーディングを終えたとか、何か心構えなど教えていただけませんか？心構え？私は語りかけるように歌っていたら終わっていまして、助言をするようなことは何も。さえさんは？確かに吉野はんは誰も真似できへんな。せやけど、うちの歌い方はうちのやり方でしかあれへんけど。そこをなんとかたまみを助けると思って。そない言われたら断れまへん。うちでよかったらお助けしまひょ。ほんなら、はんなりいう言葉が京都にはあります。意味は知ってはります？なんとなく柔らかい感じの、こう、いや、わかりません。なんでしょうか。一言で表すんはなかなか難しいんやけど、はんなりには上品やとか華やかとか、そういう意味合いがあるんどす。でも決して気取ってるわけではあらしまへん。そこが今日のビードス。ほほう。なかなか深い意味合いがあるようですね。うちはそのはんなりさを意識して歌ってます。この歌は桜の咲く頃、それぞれが歩む道を選んだ、そんな二人の思いを歌った歌やから、それに合った心持ちで。なるほど。歌詞が切なくともそれだけではないと。たまみはまだまだそこまで考えられていませんでした。さすが。そないに大したことやありまへんえ。そうか、わかった、わかりました。たまみはまだまだまっすぐしか打ち込めない未熟な剣だったのですね。もっと優雅な太刀筋を学ばねば。歌を剣に例えるとは、たまみさんらしい表現でして、そしてその素直さもまたたまみさんらしくもあり。いやいや、仲間と歌う機会をいただいたのは千載一遇の好機。サイドのアドバイス、実にためになりました。これでたまみはさらなるパワーアップを遂げるでしょう。気に入ってもらえて嬉しおす。よし、では今一度収録に再挑戦してまいります。次はきっとうまくいく気がしていますから。肩の力を抜いてはんなりとやで。そうでした。肩の力を抜いて
はんなりと。そしてたまみさんらしく素直なお声で、では行ってきます。さえさんのアドバイス、たまみさんにもきっと伝わったことでしょう。せやな、うちにはうちなりの歌い方、吉野藩にもきっとたまみ藩にもみんなにそれぞれの歌があります。それが混ざり合って一つになるんがユニットやから。その通りでして、私たちのユニット、皆で歌うのが楽しみですね。そん時は満開の桜が咲いたらええなあ。私たちの歌の MV が撮影できないですと。一体どうしたんですか？私たち何か至らないところでもありましたか？っていうか至らないところばっかりで活動停止ですか？やはり私たちはバラエティ向きのアイドルだから真面目な曲は NG ですか？壁登ったり走ったりの方がいいですか？そんなことはありませんよね。もしかしてですが、たまみの身長は関係ありませんよね。どうなんですか？使用 NG とはそんな。せっかくみんなで歌も覚えて振り付けも覚えていたというのに NG なんて。それじゃあ私たちの曲 MV なしですか？検討中ですか。パパッと忍術でも使えれば枯れ木に桜を咲かせたいところですが、さすがにそうもいかず。たまみも何か力になれたらいいのですが、あいにくと何の一芸も持っておらず、非力なりたまみ。私も何も持ってません。ちなみにプロデューサーさん、MV のロケ地ってどんなところだったんですか？ふむふむ、なるほど。確かに桜を歌った曲ならば桜の木の下で歌い踊るのが道理ですね。しかし撮影許可が出ないこともあるのですな。芸能界難しいや。プロデューサー殿もご苦労なさっているのですね。桜の木ですか。確かにどこでもいいわけじゃないんですよね。近くの公園でってわけにはいかなさそうですし。やはり MV に使われる程度には華やかに咲き誇っている必要がありそうですね。満開の桜がシュバババッと。いいですな。しかしそれだけの名勝地ですと、たまみたちが撮影している間人を近寄らせないというのも大変なのでは？桜がすごくて人が来ないところ、そんなのあるわけないですよね。そんなのあるわけが。あります！
うちの神社じゃないんですけど、私の知り合いの神社が桜の名所だったので。本当ですか？山奥だからあんまり人も来ないと思いますし。よし、ならばそこに行きましょう。渡りに船、かりんに神社、たまみに麺。そんな。行きましょう。麺？じゃあプロデューサーさん、私のお父さんからその神社を紹介してもらいましょうか。わかりました。このかりん、ユニットの仲間のためであれば。着きました。ほら、あそこの方にちょこっと見えてます。桜の木がこんにちはしてますよ。なかなかどうして。いいところじゃないですか。撮影許可もらえてよかったです。これも日頃の行いのおかげかななんて。これから撮影頑張りましょうね。なんだかすみません、こんなことになっちゃって。いえいえ、ただより高いものはないとも言いますし、一宿一般の恩義とも言いますし。うちも実家ではもっと厳しくしつけられてたさかい、全然気にしまへんえ。だからって皆さんで神社の掃除だなんて。すみません。はい。だからなんでプロデューサーさんまで？まったくプロデューサーはんは面白いお人やわ。しかし神主はんと意気投合してどこ行ってしもたんやろう。さあ、大人の付き合いですかね。私たちにこの場は任せたって言ってましたけど、撮影はまだ先ですし、それまでどうしましょうか。ならばここは一つ特訓をしましょう。あら、あやめはん、よう気合入ってはりますな。どないしたん？それはですね、くのいちあやめ、ここにありにん。ありがとうございました。私も認めていただけて本当に嬉しいです。ここどこですか？さっきの人たち誰ですか？かりんはん、これあやめはんの回想シーンやから、まずは続き聞きまひょなあ。そういうことなんですね。ごめんなさい、お話の腰折っちゃって。続きどうぞ。そう、主役ではなくともくのいち役としてお仕事をもらえるのはアイドルとしての喜び。私はそう思っていました。いや、今でもそう思っています。しかし私の才覚はお芝居だけではありませんでした。にん、浜口あやめです。今日もキレッキレなアクション頑張ります。にんにん。煙隠れに壁走り、さすがにそこまでは。
浜口あやめといえば時代劇の忍者娘役、そしてバラエティで大活躍忍者キャラ。そう思われることに嬉しさはあれど、それ以上望んだことなどありませんでした。ですがしかし、アイドルの本業とは舞台で歌い踊ること。ニンドルといえどそこは同じ。おーっと、いきなり声のボリュームが上がりましたね。回想シーン終わったんやろね。そしてあやめは歌に本格挑戦するのは今回が初。つまりこれがどういうことかわかりますか？わかります人一倍頑張りたいいうことですやろ。待ってくれてたファンの皆さんへ精一杯の歌を届けたいってことですよね。さあエドのカーリン殿、ご名答です。私がお芝居やバラエティだけではなく歌でも見せられるアイドルであると証明したいのです。ゆえに少しでも時間の許す限りレッスンしたい、とっくに明け暮れたいのです。もしお手数でなければお二人も。わかってます。とっくんお付き合いしまひょ私も歌や踊りは全然未熟なので、でもちょっとずつなら進めるとも思うので、一緒に頑張らせてください。お二人ともありがとうございます。この浜口あやめ、お二人への恩に報いるためにも全力をかけると誓います。それではレッスン元井特訓へ参りましょう。いざ戦場はここにあり。ついにこの日が来てしまいましたね、あやめ殿。そうですね、玉美殿。願わくば来ないことを祈っていましたが、いざ尋常に勝負では短距離走よーいドーン。せいやー短距離走は私の勝利ということで、忍者走りを侮りましたな、玉美殿。やりますな、あやめ殿。しかし何のこれしき、まだ一つしか。さあ次の種目をお願いします、吉野殿。はあ、種目と言われましても、ここの森でできることといえばなかなか絞られてきまして。何でもいいですよ。どんな勝負でも私が勝ちます。ならば木登り勝負と参りましょ木登り？木登り勝負ではいけなかったでしょうか。周囲には木々がたくさん生えていますがゆえに、私はもちろん問題ありませんよ。木登りでも勝ちます。この棚見、小さくても武士の誇りにかけて引くことはしません。吉野殿、勝負の掛け声を。では早登り対決よーいドーン。せいやー深く次の勝負を。それでは
水面水切り対決。よーいドーン。忍者の本領発揮。手裏剣で鍛えた手首のスナップを見ようと。こちらこそ毎日市内を振るってきたたまみの手首は伊達ではありませんぞ。てやー。それでは水中息止め対決。よーいドーン。いざ水遁の術。まだたまみさん、すごい体力なのでして。あやめさんが勝ち続けてはいますが、もはや体力切れの模様。勝負はこの辺りで切り上げましょうか。いえ、このたまみ一人の剣士として一度も勝たずして帰れはしません。同じユニットの仲間であってもです。なんという鬼気迫る執念。たまみ殿の小さな体にこんなに強い意志が宿っていたとは。たまみさん、無理をせずとも良いのでして。勝負に勝てずともその努力は皆が認めるものでしょう。ダメです。たまみは勝たねばなりません。たまみ殿、何故にそのような強い思いを。たまみは小さくて弱いのです。背も小さければまだまだアイドルとしても未熟。志は高くともそれを示せなければ一本を取っていないのと同じ。せっかくプロデューサー殿に選ばれ仲間たちと切磋琢磨する機会をもらったのです。仲間たちにたまみこそが一番であるところを見てもらいたい。故にたまみは負けられぬのです。勝つまで諦められないのです。それがアイドルとなったたまみの矜持。たまみ殿、わかります。私も思いは違えど真意は同じ。いくらでもお付き合いしましょう。しかしそろそろ戻らねば日も落ちてしまいますね。では最後の勝負は神社へ戻るためのかけっことしましょう。よーいドーン。不意をつかれました。負けるわけにはいかない。たまみ殿、待ってください。いや、待ってくれるはずもありませんが。勝負はようやくたまみさんの一生でしょうか。しかしその勝利はかけっこの勝利ではありませぬね。たまみさんの最も強いところはその信念、心そのものなのですから。ちょっと吉野殿、置いていってしまいますよ。お待ちください。待って待って。桜並木がまるで綿菓子みたい。
なんや美味しそうやな。じゃあ桜餅みたい。それもまた舌鼓のご様子。すみません、私今お腹空いているみたいです。まあそういう日もありますやろ。しかし山を降りたらこないに桜並木が広がっとるとは。神社にお話をしていなかったらここで撮影させていただいてもよかったくらいですね。確かに昼の光の雰囲気とか柔らかな空気感とか曲の感じにもぴったりだったかも。ほんまやな。でもなんやポカポカで眠なってきます。その通りでして、ポカポカしてどんどんと眠く。あらら二人ともこんなところで居眠りしちゃう。せめてほらここのベンチでほら座ってね。はい、かりんはんプロデューサーはんとこへ行ってきはったら。あら、吉野ちゃんもう寝ちゃったんですか。ほな、そうですか。じゃあ仰せのままにプロデューサーさんのところへ行ってきまーす。プロデューサーさん、さっきですね、私と吉野ちゃんとさえちゃんの3人で神社の周りの桜並木をお散歩してたんですけど、お二人とも春の陽気に誘われて夢の世界へ行ってしまいまして、あまりにも幸せそうに寝てるのでお邪魔するのも悪いかと思ってプロデューサーさんの元へ帰ってきたんです。あやめちゃんとたまみちゃんはまた特訓ですよね。なんだか私チューブラーリンじゃあそんなお仕事とかあるんじゃないですか。それにそんなゆるくってもいいんですか。覚えずわかりました。それじゃあお言葉に甘えて畳にコローンって実家を思い出すな。あれからだいぶ経った気するけど、かりんは全然戻ってきひんな。うちら2人だけでお散歩してまよか。そういたしましょう。ほら、お茶屋さんなどもありますし、そこでお茶をしながら待つという手も。ああ、なんやお腹の虫さんも泣き出しそうやし、あそこ寄りまひょか。春の薄紅色に濃い緑がとっても綺麗でして、そしてその中に幸運の知らせ。
せやな。けどなんでやろ、散る桜はどこか切なげにも見えるわ。そう、一種例えるなら、久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散る蘭といったところでしょうか。本当に綺麗な夜桜。一番の景色は自然の作り出す風景そのものいうことですやろか。それを舞台として歌い踊る、まるで神職巫女さんでして。かりんさんも巫女さんとして踊るのでしょう。そうですね、巫女舞って言って儀式のための舞を踊ります。やはり大いなる存在には踊りを捧ぐものなのですね。こないに綺麗な景色を見せてもろたら、お返しに舞の一つでも捧げたくなるんもわかるわ。きっと古来の民も感謝の気持ちから舞を踊るようになったのかもしれませぬね。かもしれませんね。そして現代の巫女さんとして私たちはファンの皆さんに見てもらえます。現代の巫女さんなあ。うち自分が巫女さんになるなんて思わへんかったわ。なんやこそばいなあ。巫女さんは神に仕え、人々の平和と幸せを祈るためにいるのですからね。それってアイドルと同じですよね。うちらが歌って踊って撮影した映像もファンのみんなを幸せにするためのもんやからな。幸せになってくれますかね。それはわかりませぬ。見てくれたファンごとに思いの数はあるでしょう。ジョーですが、かりんさん、そなたが過ごした今日までの日々がその答えではないでしょうか。今日までのここに来るまでは大変で、でも撮影はとっても忙しくて、でも嬉しくて、とにかく楽しかったです。その笑顔が映像には収まっとるからな。見たファンはイチコロやわ。イチコロだなんで皆さん、何がイチコロなんです？もう撮影が終わったのに戻ってこないから呼びに来ちゃいましたよ。あら、たまみさんとあやめさんを困らせてはいけませんね。長話をしていて失礼しました。遅くなってすみません。でもわかりますよ。こんな景色を眺めていたらずーっとここにいたくなります。そうですね。おぼろ月夜に桜の花びら、和の風を全身に浴びて心が豊かになるようです。
それこそがプロデューサー班がうちらに見せたかった景色なんかもしれまへんな。ほほと言いますと、春がすみたなびく山の桜花。これは和歌の前半分どす。この後に何か続くんですか？そうどす。誰か続きがわかる人はおれへんかな。私は守備範囲外です。たまみもわからず、吉野殿、正解を知っていましたらどうぞ。春がすみたなびく山の桜花。見れどもあかぬ君にもあるかな。見れどもあかぬ君にもあるかな。どういう意味なんでしょう。さえちゃん、教えてもらえますか？花がすみのかかった山の桜はいくら見ても飽きひんいうことどす。そしてそれとおんなしようにいくら追っても飽きひんなあんたはいうことどす。なんとも美しい歌ですね。つまりプロデューサー殿はそういう意味を込めて私たちにこの和歌を。桜は毎年咲くものですが、何度見ても飽きないもの。アイドルも何度見ても飽きひん存在になれたら。そっか、何度見ても飽きないアイドル。たまみたちはそれを目指せばいいんですね。目指しましょう。これからもずっと愛されるアイドル。というわけでプロデューサー殿の元へ戻りましょうか。きっとお待たせしていますから。そうですね。呼びに来た私たちまで帰るのが遅くなっては本末転倒。名残惜しいですが、桜よさらば。はいな。いつかはお仕事やのってみんなでまた来られたらええな。いつかまたそんな日が来ることを楽しみに、明日からの日々もより良き日を過ごしましょう。共に。桜は散ってもいつかまたそれぞれの歩むべき道が交わるかもしれませんから。